はピーマンの肉詰めを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ピーマンの肉詰めを作っていきたいと思います。今回はピーマンを輪切りにして一口サイズの可愛いピーマンの肉詰めを作っていきたいと思います。ご飯のおかず、あとはお弁当のおかずにもぴったりな一品になります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ピーマン、合いびき肉、パン粉、玉ねぎ、牛乳、マヨネーズ、お砂糖、おろし生姜、片栗粉、塩コショウ、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。まずピーマンなんですが、今回5個用意してます。ピーマンも大きさがあると思いますので、こちらを調整してください。そしてひき肉ですね。こちらは牛と豚の合いびき肉を使います。こちらはお好みのひき肉で作っていただいても OK です。そして肉種を柔らかくさせるポイントはマヨネーズと、あとは片栗粉ですね。こちらの2つを加えていただくと、とてもふっくらと柔らかい仕上がりになります。冷めても柔らかいままなので、お弁当のおかずにもおすすめです。あとはお砂糖ですね。こちらはきび砂糖を使いますが、お好みのものを使ってください。お砂糖の甘みを少し入れることでコクが出てとても美味しい仕上がりになります。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、ウスターソース、お水、こちらの3つの材料で作っていきます。ソースはですね、今回はとてもシンプルなケチャップとウスターソースで作っていきます。ウスターソースに関しましては、もしない場合は中濃ソースでも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずピーマンからね、切っていきます。最初にピーマンのヘタの部分を薄く切り落とします。そしてこのヘタをね、取り除いてください。よいしょ。こちら側余ったヘタの部分はですね、もったいないので、こちらを肉種に入れて作っていきたいと思います。そしたら続いて種を取り除きます。よいしょ。あとこの綿もね、取り除いてください。できる限りで OK です。そして取り除いたらだいたい2センチ幅で切っていきます。このぐらいですね。こんな感じで切ってください。あとはこういったね、ちょっと邪魔になりそうな綿の部分は指を怪我しないように切り落としておきましょう。こんな感じです。このように切ってください。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、このように切りました。こちら側のね、まだ綺麗なヘタの部分に関しましては、ここにちょっとだけお肉を詰めていただいても OK です。このようにちょっとね、切れてしまったものは肉種の中に入れていきます。ピーマンはこのように切っておきましょう。それでは続いて肉種の玉ねぎを切っていきます。こちらはみじん切りにしてください。切りやすい方法でね、切っていただいて OK です。では切っていきます。これでみじん切りにしましょう。玉ねぎはこれで OK です。あとはこういった切れ端のピーマンですね。こちらもみじん切りにします。このようにちょっと細かめのみじん切りにします。そしたら玉ねぎと一緒にね、入れておきましょう。はい。で、このように玉ねぎとピーマンを入れたら、ここにふんわりラップをかけて、電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。ラップを外します。これで全体を広げて、そして玉ねぎとピーマンの粗熱を取ってください。このようにしていただくとね、玉ねぎの辛みも抜けて、さらにお野菜が柔らかくなるので、お肉との馴染みも良くなります。こちらね、このまますぐ入れるとお肉に火が通ってしまいますので、このまま一度冷ましてください。そうしましたら続いてパン粉の中に牛乳を入れます。そしてよく混ぜてパン粉をね、ふやかしておきましょう。そうするとね、お肉との馴染みが良くなります。
このように肉ダネの中にねパン粉を入れていただくと、このパン粉がねお肉の油を吸って油がね外に出にくくなって、とてもジューシーなね肉ダネに仕上がります。そしたらこのままね置いといてください。それでは続いてソースをね合わせておきます。ケチャップにウスターソース、あとはお水を加えます。これでよく混ぜましょう。ちょっと今こぼれそうなんですが、皆さん大きめの器でやってください。これできちんと混ざれば OK です。ソースはねあらかじめ混ぜておいてください。では肉ダネを作っていきます。ボウルの中にまずひき肉を入れてください。そしてまずここにお砂糖を入れます。そして一番最初にお砂糖を浸透させていきます。砂糖を他の調味料と一緒に入れてしまうとお肉の中に浸透していかないので、必ず一番最初に入れて、そして揉み込んでください。これで揉み込んでいきます。馴染めば OK です。そしたら続いて塩コショウですね。そして今度はですね、しっかりちょっと粘り気がつくぐらいですね、しっかりめにこねてください。はい、このようにきちんとこねます。そしたら続いてここに生姜と、あとはマヨネーズ、そして片栗粉と、あとはパン粉を入れます。これでしっかり混ぜましょう。このようにしっかり混ぜてください。そしたら最後こちら冷ました玉ねぎとピーマンですね、こちらを加えます。この2つはですねしっかり揉み込んでしまうと野菜から水分が出てきちゃうので、最後に加えて最後ふんわり混ぜてください。はい、肉ダネはこれで完成です。それでは今からピーマンに詰めていきます。そしたらですね、ピーマンに詰める前にまずポリ袋を用意して、この中にピーマンを入れてください。そしてこの中に片栗粉小さじ1杯から2杯ぐらいですね。はい、こちら分量外です。そして口を持って全体に片栗粉をまぶしていきます。このようにね全体に片栗粉をまぶしていただくとお肉との密着が良くなるのと、あとはねタレも絡みやすくなります。このように片栗粉をまぶしてください。ではねピーマンに肉ダネを詰めていきます。薄くね手にサラダ油を塗ってみてください。そうするとね手に肉ダネがくっつきにくくなります。そしたらこちらピーマン1つ取っていただいて、この中にお肉を詰めていきます。しっかり縁の部分にもね詰めましょう。はい、こんな感じです。反対側もこの縁の部分をピーマンにこすりつけるようにですね、こんな感じで縁の部分もしっかり密着させてください。こんな感じです。お肉はねちょっと焼くと縮むので、少し盛り上がるぐらいですね、こんな感じで詰めてみてください。こんな感じです。ちょっとお肉が盛り上がるぐらいですね、そのぐらいを目安にこのように詰めてください。それでは残りも同じように詰めていきます。はい、詰め終わりました。今ちょうど5個分と、あとはヘタの部分2個分ですね。こちらこのぐらいの量になってます。この量はね目安にしてみてください。それでは今からこちらを焼いていきます。ではフライパンを用意してください。ここにまず油を薄く敷きます。全体に伸ばしましょう。そしたら火にかけます。火加減中火です。火にかけたらこちらお肉を置いていきましょう。ヘタの方はね肉ダネから焼いていきましょう。 OK です。火加減は中火です。このまま一度焼き色をつけてください。ちょっとね軽く最初は押さえつけてください。この時やけどには注意しましょう。だいたい1分半から2分ぐらい焼いて、焼き色がついたら裏返してください。裏返したらまた軽く押さえつけましょう。そして片面もね同じように焼き色をつけます。はい、そして片面もねいい感じに焼き色がついたら今度は蒸し焼きしていきます。火加減は弱火にしてください。そしてお水を入れます。あとは蓋をしてこのまま4分ほど蒸し焼きしてください。今ねまだ途中なんですが、ちょっとお水がなくなったので少し追加します。足りない時はね追加して蒸し焼きしてください。は
はい、今4分経ちました。蓋を開けます。このようにピーマンの彩りも良くなってお肉に火が通ってれば OK です。チェックするときはこのように竹串でねお肉を刺してそして押さえつけた時に肉汁がね透明になってれば OK です。まだちょっとね赤っぽい肉汁が出る場合はもう少しね蒸し焼きしてみてください。ちょっとねこちら裏返してはい、そしたら最後ね火加減中火に戻して今度はね作っておいたタレを回しかけます。そして煮絡めていきましょう。あんまりねコロコロ転がしすぎてもお肉がね剥がれやすくなったりするので、時折裏返すぐらいで大丈夫です。だいたい1分半ぐらいね絡めながら煮詰めてみてください。はい、OK です。ピーマンにねよく絡んだら火を止めましょう。これでピーマンの肉詰めの完成です。はい、これでピーマンの肉詰めの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後こちら分量外ですが上に白ごまを彩りで散らしてます。こちらはお好みでやってみてください。作り置きするときはねこのように保存容器に入れてね作り置きしていただくといいかなと思います。このようにしっかりタレも絡んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。肉種がふわっとしててすごく柔らかいです。そしてねピーマンの歯ごたえも残っててすっごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のピーマンの肉詰めのポイントです。まずピーマンに関しましてはヘタの部分を薄く切り落としてその後はだいたい2センチ幅ぐらいの輪切りにしてください。ヘタの部分でもし余ってしまった場合はそちらを細かく刻んで肉種に入れてください。そして肉種についてのポイントです。今回は肉種の中にマヨネーズとあとは片栗粉を加えてます。この2つを加えていただくとお肉がとてもふんわり柔らかい仕上がりになります。なのでお弁当などに入れる時やあとは作り置きにもおすすめです。そしてお肉を詰める時なんですがピーマン全体に片栗粉を一度まぶしてください。そうすることでお肉との密着が良くなってお肉が剥がれにくくなるのとあとはピーマンの表面にも片栗粉をまぶすことでタレが絡みやすくなります。そして焼く時のポイントです。焼く時はまず油を敷いてそしてまず両面に焼き色をつけてください。そして両面に焼き色がついたらお水を少し加えてそしてその後火が通るまで蒸し焼きしてください。目安としてはお肉の真ん中にようじを刺して透明の肉汁が出てくれば OK です。もしまだね赤っぽい肉汁が出る場合はもう少し蒸し焼きしてみてください。あとは作っておいたタレを加えてそして煮絡めて完成です。タレもですねケチャップとウスターソースとお水でとてもシンプルなもので作れます。日持ちに関してなんですが冷蔵の場合は2日ほど冷凍の場合はだいたい3週間ぐらいを目安に召し上がってください。冷凍する場合はしっかり冷ましてから小分けにしてラップでくるんでその後ジップ袋などに入れて冷凍保存するようにしてください。材料手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はピーマンの肉詰めを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。